皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は YouTube の広告収益についてです。というわけで、まずは私のチャンネルの広告収益から皆さんにご報告しましょう。私のチャンネルの登録者数は1万人を超えています。さあ、1万人を超えた YouTube チャンネルの広告収益は2月分は2743円です。見事に1ヶ月分としては8000円の枠を超えていません。ですから振り込みはされません。というわけでこのチャンネルは登録者数が1万人を超えていますが、一切お金を生んでいません。という具合にして YouTube というものはチャンネル登録者数が多いかどうかというのではなくて、あくまでも動画を皆さんが再生しているかどうかというのにかかっています。例えば私も知っている中で、チャンネル登録者数が同じく1万人程度であるにもかかわらず、投稿する動画が再生数というのが毎回のように5万再生、10万再生といったものを繰り返しているようなチャンネルもあります。しかも投稿頻度は毎日というのが決まっているかのように次から次と動画を投稿している方もおられます。しかし、なぜそのように動画の再生数が多いにもかかわらず、チャンネル登録者数が伸びないかといえば、残念ながらサムネイルは非常に優秀ですし、同じようにタイトルの文言も非常に衝撃的もしくは興味を引くようなものなのですが、いざ動画を開いてみると、なんだかちょっともう一回は見ないかなと思うようなそうした人もいるのです。しかし収益という面においてはそうした二度と見ないという人が多いようなチャンネルであったとしても、毎回とそうして再生数を重ねていけば当然のように収益は非常に大きいものになります。そしてこの YouTube の世界というものは非常に意外なことですが、一体誰が成功するかというのは結構わからないものです。もちろん当たりやすい、もしくは再生されやすい条件というものはある程度あるのですが、時には一体なんでこれが当たっているのと思えるようなものも人気を得たりするのが不思議な世界です。さて、そんな不思議な YouTube の世界を今分析されると一体どのようなことになっているのか、少し記事を見ながら YouTube の世界がどうなっているか見ていきましょう。ちょっとニュースをここでご覧ください。フォロワー1000人で月収5000円。普通の YouTuber の懐事情。トップクラスは年収数億円とも言われる YouTuber。だが現実は厳しい。IT ジャーナリストの高橋氏は、ほとんどの人は十分なお金を手にすることはないだろう。収益が8000円以上にならなければ振り込みはなく、チャンネル登録者1000人強のある配信者は振り込まれるのは2、3ヶ月に一度と話すという。2年間で急拡大した YouTube の広告市場。将来人気 YouTuber になりたい。ある小学生男子は目をキラキラさせてそう言った。ヒカキンとかフィッシャーズみたいな楽しい動画を投稿してみんなに楽しんでもらいたい。同じような夢を語る小学生は少なくない。YouTuber は子供が将来なりたい職業の定番となりつつある。私は小学校でたびたび講演しているが、テレビに出演するタレントは知らなくても、YouTuber ならわかるという子供は多い。宮迫さんや江頭2時50分さん、本田翼さんや川口春奈さんなど、YouTube を始める芸能人も増えている。Google の発表によると、YouTube の広告収益は2019年の1年間で約1兆6665億円であり、2年間で 86% 増という成長率の高さを誇る。プラットフォームとしての YouTube の人気は高まるばかり。小学生たちは YouTuber になったらお金持ちになれるんでしょというが現実は厳しい。上位層は年収数億円の YouTube 貴族。確かにトップクラスの YouTuber は年収数億円を稼いでいる。マーケティング支援会社ビットスターが2020年1月に発表したインフルエンサーパワーランキング2019によると、国内のチャンネル総再生数の1位は東海オンエアで9億7939万回だった愛知県岡崎市を拠点とする6人組グループのチャンネルだ。動画再生による広告収入は公開されていないが、1再生回数あたり 0.3 円と仮定すると約3億円に上る。7位となったヒカキンはある番組で、年収は具体的な金額で言ったら、明石家さんまさんの3分の1くらいと答えている。さんまさんの年収は10から15億円程度、ヒカキンの年収は3から5億円程度と考えられる。海外ではどうか。アメリカ誌フォーブスがまとめた最も稼ぐ YouTuber ランキングでは、1位はアメリカの8歳児、ライアン君によるおもちゃのレビューチャンネルだった。
同チャンネルは2015年に開始し、2019年の視聴者数は2290万人。年収は前年より400万ドル増の2600万ドル、約28億6000万円だった。2位はスポーツなどのパフォーマンスを披露するチャンネルで約22億円。3位はロシアの5歳児アナスタシアちゃんで約19億8000万円だった。儲かる YouTuber、事務所による充実のサポート。YouTuber は個人でもできるが、多くの有名 YouTuber は事務所に所属している。事務所に所属すると、企業タイアップの契約がしやすいほか、スケジュール調整や撮影、制作支援など様々なサポートを期待できるからだ。すでに多くのチャンネル登録者を抱えており、事務所にサポートを依頼しなくてもいい有名 YouTuber が独立する動きもある。2020年2月、大食い動画で知られる木下優香さんは、事務所である UM 離脱を発表した。木下さんはチャンネル登録者数が542万人を抱える人気 YouTuber だ。木下さんは独立した理由について、新しいことにチャレンジしたいと語っている。大勢のファンがおり、収益基盤を確立できていれば、事務所に所属しなくてもやっていけると判断したのだろう。一般 YouTuber は1再生あたり 0.05 から 0.1 円程度。有名 YouTuber のように収益を上げるのは簡単ではない。広告収入は1再生あたり 0.05 から 0.1 円程度だ。つまり再生数10万回でも5000円から1万円程度にしかならない。収益化はできているけれどごくわずか。正直お小遣い程度にもならない。登録者1000人程度の YouTube チャンネルを運営する40代の男性は、そういう広告収入は数千円程度だという。あくまで自分のメディアを持ち発信できる場として捉えている。そうでなければやっていられない。広告収入月額8000円を超えないと振り込まれないため、毎月振り込まれるわけでもないという。素人でも収益を上げることはできるのか。では YouTube で儲けるためにはどうすればいいのだろうか。ピュー研究所が2019年7月に公表したレポートによると、13歳未満の子供が出演している動画、子供を対象とした子供が出演する動画は視聴回数が多い傾向があるという。13歳未満の子供が出演している動画は他の動画に比べて視聴回数が約3倍になり、子供を対象とした子供が出演する動画は他の動画と比べて視聴回数が約4倍だった。2019年の最も稼ぐ YouTuber ランキングで1位になった戦術のライアンくんのチャンネルはこの2つの条件を両方満たしている。低年齢の子供たちは驚くほど YouTube が大好きだ。彼らは同年代の子供が出る動画を好み、それが視聴回数を後押ししている。ある小学生はおもちゃ動画やゲーム実況動画が好きという。どちらも保護者から制限されているため、自分では遊べないが見ていると楽しいというのだ。主張には代替行為という面があるのだろう。日本でも有名 YouTuber は小学生などに受けている。ところが2020年1月から事態が変わってきた。2020年1月、YouTube は子供向けコンテンツからの視聴データ収集を停止。パーソナライズド広告表示を中止した。パーソナライズド広告はユーザーの Google 使用履歴などに基づいてターゲティングされる広告のことだ。パーソナライズド広告の方がターゲットを絞らない広告より収益が高くなる。つまり子供向け動画を配信する YouTuber にとっては収益減となる。YouTuber になったらお金持ちになれると夢を抱く子供は多いが現実は厳しい。個人運営の一般 YouTuber は1再生あたり 0.05 から 0.1 円程度とされ、1再生あたり平均 0.26 から 0.3 円ほどのUM 所属 YouTuber と比べると条件面で圧倒的に不利だ。編集やバックアップ体制も個人とは大きな差がある。そもそも再生1回あたりの単価がどう算出されるかは明かされておらず、ブラックボックスだ。十分な収益が見込めるようになっても、仕様変更のたびに振り回される。本当に職業として考えるのであれば、YouTube に依存しない YouTuber になることが求められるだろう。現在の YouTube の世界を分かりやすく紹介している記事なわけですが、大事なポイントは本当は一つだけです。成功しているというのはあくまでもごく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 一部にしか過ぎませんよというこの事実です。多くの人が小金をもらえる程度にしか活動はできていないのが現実だと思います。
例えば、ゲームの世界においてもゲーム実況動画というものはたくさんあって、それでたくさんの人たちから見られている人気の YouTuber という方もたくさんおられます。しかし同時に、ほとんどが誰からも見られることもなく、ゲームプレイをダラダラと流しているだけという人も非常に多くいるのです。しかし同時に確かなのは、やってみなければ誰が当たるかなどというのははっきりわかるものではありません。ものすごい知名度のある人が多くのスタッフに支えられて動画を投稿したとしても、それは確かに当たりやすい、確率は高いでしょうが、100% を確約されているわけではありません。同じように全くの素人が活動していても条件としては厳しいかもしれませんが、その中からトップ YouTuber になる人というものがたまーに現れるというのもこれまた事実なのです。といった具合に私がなぜこうした YouTube の世界について少し語っているかといえば、私自身も広告収入ということを少し本気で考えなければならないと思っているからです。私にはメインチャンネルと思っているチャンネルが別にあるのですが、同時にそのチャンネルは非常に難しい話題を取り扱っているために広告収入というものについては結構期待できない部分があります。ですから、収益は別に上げるという考え方をなんとか取らないといけないなと結構切実に思っていたりします。そのためには一体何の動画を作れば再生回数が上がり収益になるのだろうかということを少し考えなければなりません。ただ多くの場合は YouTube の世界で稼げないんだったら YouTube の外の世界でうまく稼げばいいんじゃないという問題はあると思います。例えば何かを売るであるとか何かタレント活動をする、もしくは企業からのお話を受けてそこからの収入を得るなど様々なビジネスプランが存在しています。ただ私としてはもう少し何かエンターテインメントもしくはもっと違う形で何か広告収入を得られるような動画作りというものができないかなと思ってこのチャンネルを運営していこうと思います。その中においては全くみんなにとって興味のないものも出てくるでしょうが、そういったことも含めて一体何が当たるかわからないという前提で私はまだまだチャレンジをしていこうと思います。皆さんも動画を見るだけではなく、ぜひとも動画を作る方にも回ってみてください。動画を見るだけの時はわからなかったことが、自分が動画を作る時になって初めてわかることというのも非常に多くあると思います。特に日常の生活に何か退屈を感じている人であれば、この動画を作るというのは一つ多くの学びのあることなので、これは結構面白いと私は思っています。皆さんはこの話を聞いてどんなことを考えられたでしょうか？ぜひともコメントをしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。